皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は視聴者様からリクエストをいただいた積水化学工業の点検を行っていきます。実はこの銘柄、世界が注目するある次世代技術の大本命でもあるんです。果たして私たちが安全に乗れる足場はあるのか、しっかり確認していきましょう。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。配当利回り予想 3.4% 合格、 ROE9.1% 不合格、自己資本比率は 59.6% 合格、配当成功 42.7% 合格。補足として、本業でどれだけ現金を生み出したかを示す営業キャッシュフローは783億円のプラスと、しっかりと本業で現金を稼ぎ出しています。次に事業内容の点検です。積水化学は主に4つの柱で稼いでいます。最新の売上構成比を見てみましょう。最も大きいのが住宅セグメントで全体の 40.2%、 続いて高機能プラスチックスが 34.2%、 環境ライフラインが 18.0%、 メディカルが 7.0% となっています。住宅事業では戸建て住宅やリフォームが堅調に推移し、利益の牽引役となっています。また高機能プラスチックスはスマートフォンや自動車のヘッドアップディスプレイ向けの中間膜など、他社が真似できない高い技術力で付加価値を生み出しているのが強みです。ここで私から一つ次世代技術の深掘り点検です。オープニングでさらっと触れたペロブスカイト太陽電池ですが、積水化学は関係銘柄なのでしょうか。結論から言うと、まさにこの分野のど真ん中の大本命銘柄なんです。ペロブスカイト太陽電池というのは、軽くて薄くて曲げられる次世代の太陽電池のことです。重いシリコン型では載せられなかった学校の体育館の屋根やビルの壁面にも設置できる夢の技術です。しかも主原料であるヨウ素は日本が世界シェアの大部分を占めており、中国に依存するシリコンと違って国内で調達できるという強力なメリットがあります。なぜ積水化学が強いかというと、本業の高機能プラスチックスで培ったフィルム加工や風刺といった得意技術がドンピシャで生きるからです。来年2027年度にはなんと約900億円を投資して100メガワットの巨大な量産ラインを稼働させるという本気度を見せています。長期的にはゲームチェンジャーになり得る超特大の成長エンジンだと言えます。次に過去5年間の業績の軌跡点検です。売上高は1兆1579億円から最新の1兆3093億円へと、綺麗な右肩上がりで成長を続けています。営業利益に関しても資材価格の高騰など厳しい逆風がある中で、889億円から1065億円へと着実に高水準をキープしています。社会のニーズを先取りし、高い技術力で付加価値をつける同社の強みが、この安定した業績トレンドに現れていますね。続いて財務の深掘り点検です。会社の倒産リスクや安全性を確認します。手元にある現金は924億円。対して銀行からの借金にあたる有利子負債は1448億円となっています。借金が現金を上回ってはいますが、会社の基礎体力、つまり貯金箱の大きさを示す自己資本比率は 59.6% と非常に分厚い資産を持っています。次は私たちが最も気になる配当金についてです。積水化学はなんと17期連続での増配を計画しています。来期は1株当たり81円の予想です。実は同社は2023年度からスタートした中期経営計画において、配当成功を 40% 以上に引き上げるという手厚い還元方針へと転換しました。さらに自己資本配当率 DOE を 3% 以上にするという目標も掲げています。これは会社の貯金箱の大きさに対して最低これくらいは配当を出しますよという心強い約束です。最新の1株当たりの純資産額2108円から理論上の配当金を計算すると約63円になりますが、
会社はそれを大きく上回る81円を出すと予想しており、利益をしっかり株主に還元する素晴らしい姿勢が見て取れます。次に直近決算と将来目標の点検です。最新の2026年3月通期決算を確認します。売上高は1兆3093億円で前期比 0.9% のプラスとなり、過去最高を更新しました。営業利益は1065億円で、こちらは前期比 1.4% のマイナスとなりました。国内外の市況低迷などの影響で利益はわずかに落としましたが、高付加価値品へのシフトを着実に進めています。来期の目標としては、売上高1兆4084億円、営業利益1150億円と再び増収増益で過去最高益の更新を目指す力強い計画が掲げられています。次にチャートと需給の点検です。現在は 2359.5 円付近で推移しており、直近の5月1日には年初来安値 2349.5 円を記録するなど、まさに底値圏にあります。信用倍率は 6.99 倍と特別過熱感はありません。なぜここまで急激に揺られているのでしょうか。連日のニュースでも報じられている中東情勢の悪化が市場全体の重しになっていますが、これが積水化学にどう直結するのかを点検してみましょう。実は同社はプラスチック缶など石油由来の原料を多く扱うため、原油や石油化学原料の価格急騰により上期だけで約140億円のコスト増を試算しています。こうした具体的なコスト増への警戒感や住宅の引き渡し遅延への懸念が先行きの不安につながり、決算発表通過による材料出尽くしも合わさって売りを誘っている状態です。それでは最後に結論です。現在は中東情勢によるコスト増の懸念があり、短期的に株価がもう一段下がるリスクはあります。しかし会社はすでに製品価格への値上げなどで対策を打っています。ここでじゃあ利回り 4% の大台になる2025円付近まで下がるのを待てばいいのではと思うかもしれません。しかしそこまで下がる可能性は極めて低いと点検できます。なぜなら会社は今期過去最高益を目指す力強い計画を出しており、さらに17期連続増配に加えて上限120億円の自社株買いを設定しています。加えて1株当たりの純資産 BPS が約2108円であるため、2025円という株価は会社の解散価値である PBR1 倍すら割れてしまう異常な安値になります。この分厚い貯金箱を持つ優良企業がそこまで売られる前に会社自身の自社株買いや投資家の買いが入り、強烈な下値ストッパーとして機能します。そのため具体的な指値の提案として、年初来安値のサポートラインであり、かつ配当利回りが 3.5% の大台に乗ってくる2300円から2350円付近を推奨します。下値リスクが限定的となってくるこの岩盤ラインこそが安全に網を張る絶好の押し願いポイントと言えるでしょう。ペロブスカイと太陽電池という特大の夢も持っており、長期保有ポートフォリオの主軸として非常に優秀な銘柄だと判定します。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら、忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。